こんにちは、加藤です。今日はですね、鉛筆の持ち方についてお話ししようと思います。まず基礎デッサン始められた方が最初に戸惑う部分が、鉛筆をどんな風に持ったらいいかってことだと思うんですね。で、今まで文字は書いてきたと思うんですけれども、そうするとこういう持ち方、文字を書くとき、こんな風に持つのは非常に慣れていて書きやすいと思うんですけれども、デッサンをするときにはこんな風につまむように持って書くことが多いです。で、これには訳がありまして、今ね、これステッドラの 4B っていう鉛筆、結構芯を長く出して削ってあるんですけれども、デッサンを始めるときって結構こんな風に、わかりますかね。この先端の部分に対してこの側面を、腹とかって呼んだりするんですけれども、鉛筆の腹の部分を使ってこんな風にこの調子をつけるっていう言い方をするんですけれども、暗いトーンを、影の部分とかですね、こんな風にもうちょっとゆっくり動かそうかな。こんな風に腹を使って調子をつける。その時になるべく鉛筆を寝かせた方が線ではなくてこういうハーフトーンの面で色を塗ることができるんですね。見えますかね。あんまりこう線って感じじゃなくて、面で色が塗れているというか、ちょっと隣にも書いてみますね。鉛筆をこんな風に持って、こんな風にっていうのは紙に対して結構こう平行に近いというか、こんなに立ててないんですね。このくらい寝かせてちょっと引いてみます。例えばこんな感じ。どうですか。結構太い線が引けるでしょ。芯をこんな風に長く出して、丁寧に調整された、側面を、平らに削った鉛筆だとこんな風にエッジが立たない、エッジっていうのは鉛筆の立てるとね、こうやって先が例えばこう肩ぼかしみたいなこんな線になります。鉛筆の先端側がエッジを立てて尖っていて、手前側がちょっとボケた感じですね。こんな風になるんですけれども、ちょっとね丸めてあるんですね。この鉛筆のこの腹の部分、側面を。そうするとこんな風にエッジの立たない調子がつけることができます。で、こういうトーンが使えるようになると結構便利なんですよね。立体表現する上で影をこう調子をつけていく、トーンを乗せていくっていう時にあまりエッジの立たない、鉛筆の先の線が立たないトーンっていうのがうまく使えると立体表現しやすくなるので、なるべく私は鉛筆の芯長めに出して滑らかに削って、で最初のうちは寝かせて使うっていうのが最初こう書き慣れなくてね、こういうふうに鉛筆使うっていうのを慣れなくて戸惑うと思うんですけれども、こういう練習をしてみると後々便利だと思います。で、寝かせて使えるようになってくると、今度はそれを少しずつこう立てて、鉛筆の角度をですね立てて、徐々に仕上げに向けて、このタッチをわざと見せるように使ったり、こんな風にね柔らかい鉛筆を寝かせた腹の調子トーンから鉛筆を徐々に立てていって、最後はハッチングで描写して仕上げるとか、そういうコントロールができるようになってきます。今ここまでで、寝かせて使う、こういうふうにですね腹を使って、側面を使って書くっていう鉛筆の使い方から、徐々に鉛筆を立ててこんな風にですね。で、最後は例えば、ワイン瓶のラベルのロゴマークとか文字とかですね、そういうのを書くときにはこんな風に鉛筆を立てて通常の文字を書くときのような使い方もします。先を使って表現する、そういう場面ですね。こんな風に。ただ最初から最後までこの先端しか使えないとなると、常にこう線の集積でしか鉛筆デッサンってできなくなっちゃうので、
タッチを活かしたいところ、もしくはタッチを見せたくないところ、そういう場面に応じてこの鉛筆の角度ですね、紙に対する角度が寝てる状態からこう立ち上がって先端を使う、こういう表現までが縦横無尽にこう使いこなせるように、鉛筆の持ち方も最初はこんな感じ、徐々にこう立てていって、最後はこう文字を書く時のような感じっていうふうに使う時のこうバリエーションがいくつか、技術的なっていうか、角度ですね、紙に対する角度のバリエーションがあると表現の幅が広がっていいと思います。今日は鉛筆の紙に対する角度、それから鉛筆のこの腹の部分、側面を上手に調整すると、調整っていうのは削り方ですね、上手に削るとこんな風に滑らかなトーン、エッジの立たないトーンが使えますよっていうお話でした。これから鉛筆デッサンを始められる方、最初はちょっとね、持ち方が慣れなくて戸惑うと思うんですけれども、少しこう練習してみてください。きっとあなたの表現の幅が広がると思います。はい、今日は以上で終わります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。